本日メインイベントです。フットボールトーナメントです。3250ユーロバインでデイ2からミステリーバウンティーが開始するというフットサルウィナーとして今日はトーナメントに出たいと思います。頑張ったね。頑張りました。お疲れ様です。やばい。どうしました？終わったかも。セーフティーボックスにさ、お金とかパスポート全部入ってんだけどさ、なんか、あかんなくなっちゃった。やばい、てか D2 始まっちゃうんじゃない？なんで？俺4538横沢にしてるんだけど、いつも。それ言っていいんすかでも。いやいや。なんかさ、はい。ひろきから電話かかってきたんですけど。あ、本当ひろきさん。タイミング良すぎるな、絶対。お前の仕業か。お困りのようなんで。いやー、もうそういうことか。なんかおかしいと思ったんだ、マジで。はい。私の名はヒロック。ヒロックがロックしてきたの？一体どうしたんだ？セーフティーボックスに4538にいつもするんですよ、パスワード。横沢。でも開かなくて。なんてわかりやすく愚かなパスワードなんだ。まあ本当にそれはそうなんですけど、はい。そろそろ貴様の持っている金額で4538にするのはもう危険だと思ったんだよ。だからこちらが勝手に変えてやったんだ。すっごい、ありがた迷惑なんで、ちょっと教えてもらっていいですか、番号。開けたいか？開けたいです。では、その後ろのデスクを見てみよう。デスク？これか。うわ！何これ？は？何これ何これ？やばすぎ！マジで？何これ？謎解きってこと？頑張りたまえ。何これマジで？ A1 からの脱出ってこと？あまずこれ1問目ってことだろうね。1って書いてあるから、こういう風に問題がありまして、2がこれ2の1の答えがここに入って、で2が問題で、なんか意味深にここに表がありますね。なるほどね。まあ解いてみましょうか。あ、これ簡単そうだね。あ、マジっすか？うん。だってこれイコールレイズって書いてあってさ、5文字だからさ、12345じゃん絶対。はい。で2文字目が A でしょ。だからこれ文字を置き換えるわけですよ。これまずは R が3つの3で A は置き換えれなかったっていうのもなんかポイントっぽいんだよな。わかりました。分かったんすか？はい。まず3ってあるじゃない。英語で3の3番目で、9の2番目が I でしょ。6の1番目でしょ。1の3文字目だからいい。お、なるほど。ってことを考えると4の4文字目、間違えた。4、8、2文字目か、ごめん間違えた。7の3文字目、5の4文字目、リバー。リバー。はい。これはリバーです。で、これが1の答え、リバーね。あ、これ関連づいてるんですね。これがリバー、これがポーカー。で、ここになんかこの表があるのがなんかね、これ嘘。まあ、一旦書いてみるか、これ。でも R はとりあえずハートの5っぽいな。で、同じ文字は同じ文字っぽい。スペードの5割 E になってるし。本当だ。だからこれは文字に対応してるわ。E が A、B、C、D、E でしょ。ほら。で、ここじゃん。ここだよ。ほら。ほら、X、Y、Z。完璧に文字数も一致でしょ。だからこれを見ていくと E、これ早かったね。早い。I、ハートの5、R、7、T、バースデーってことかな。俺の誕生日が鍵ってことか。バースデー。はい、バースデーになります。これを当てはめて考えると、いける。おー、開いたー。よかったー。開きました。結構早かったんじゃない？早かった。いまだに俺ちょっと今解説聞いてやっとすん。デイ2余裕の間に合いました。いや、よかった。またヒロックから電話が。あら、こんにちは。これヒロックさんですか？違う人かな？ヒロックってのは誰ですか？めんどくせえ。もうおかげさまでなんとか間に合いましたよ、デイ2。あ、デイ2行くんすね。はい、ミステリーバウンティーのデイ2です、今から。横澤さん、はい。なぜこのタイミングで謎解きを解かされたのかわかりますか？ミステリーバウンティーのミステリーじゃないの？なんとですね、はいお知らせがあります。あ、そういうことか。なんと今回ですね、はい、横
横澤弘樹が運営している株式会社ポーカールームとですね、リアル脱出ゲームでおなじみのスクラップさんとリアル脱出ゲームを作ります。イエーイ。そうだ、それの発表ってことですね、この動画でついに。リアル脱出ゲームってご存知ない方もいるかと思うんですけども、閉じ込められた空間から謎を解きながら脱出するという、ミステリーのゲームですね。超有名なリアル脱出ゲームの会社のスクラップさんと今回コラボレーションということで、ポーカーを題材にした謎解きゲームをぜひ作りたいとお声がかかりまして、俺最近特に海外の脱出ゲームを結構ね、ジェフとかと遊び行ったりとかしてて、そう、ラスベガスでもね、今回太一先生とかさ、呼び乗りとか伝願とかと一緒にめっちゃ楽しかったのよ。でしかもね、これテストプレイをちょっとやらせていただいたんですよ、前もって。俺以外のテストプレイしてる人もいたの。当然その人たちでも謎のプロなわけじゃん。でもその人たちが難しい難しいって悩んでるところが、俺ポーカー分かるから分かるみたいな瞬間が結構あって、謎解きやったことないって人からしてもポーカーを生かして謎解けるし、どっちで行っても楽しいのが、さすがスクラップさんのこの底力みたいなものを感じましたね。僕自身もすごいファンで、遊園地貸し切って謎解きしたりとかね、結構すごいことやってる感じなんですよ。スクラップさんが作ってくれたってことは全国でやるってことですね、多分。そうです。おお、こちら全国各地のスクラップさんが持っている謎解きの店舗各地で遊べますので、皆さんの近くの地域でできると思います。実際にスクラップさんにお願いしてポーカーテーブルも作ってもらうようなすごい。ちゃんと謎解きのね、ポーカーテーブルも登場します。ポーカーしたことない人がこれきっかけでポーカーやったような感覚になる。めっちゃすごい。そういう脱出ゲームにしてほしいですっていう無茶ぶりをひろきがスクラップさんにしたらしくて、で僕実際遊んだんですけど、マジでポーカーなのよ。本当にこれ言ったらわかる。マジでポーカー。やりたい。ポーカーを本気で流行らせるには、ポーカーやったことない人が入りやすいやっぱ扉を開いてあげなきゃいけないなと思って、本当にそう。謎解きはね、すごくちょうどいいなと思って。ちょうどいい。これきっかけでポーカー始める人もいるし、これきっかけで謎解きにハマる人もいると思うから、めちゃくちゃもう最高のコラボレーションだと思います。発売スケジュールの方がですね、明日の11月22日の12時からですね、スクラップのファンクラブ限定の予約が可能になります。なるほど。11月29日の土曜日、いい肉の日ですね。12時から一般発売が開始となっております。おー、なるほどですね。事前予約チケットというのがございまして、限定アイテムがついてくるチケットも販売と。めっちゃ嬉しい。いいね。なんと僕らがまだグッズで作ったことないですね、オリジナルパスポートケースを。めっちゃ欲しいけど、俺も欲しい。俺も欲しい。ぜひ友達誘って行ってみましょう。ということで、はい。横澤さんは絶対に負けられないテニス頑張ってください。あー、うまいこと言いましたね。4,000。手震えてきた。ワクワクしてたよ。びっくりして。手震えてた。まだ準備できてないかも。準備できてなかった、本当に。Good luck, guys. I hope I win. Yeah.
ーバウンティーにたどり着きました。あ、そうなんですね。インマネからじゃなくてこの次かららしい。この次今やってる休憩開けてからそう12万3000みたいな12万3500。ほぼアベレージ。めっちゃいいじゃん。バウンティー取れるかもね。いや、バウンティー取れちゃうっす。したいなバウンティー。でこの後多分プライズがいくらかも発表されると思うんで楽しみに待ってましょう。決まった。これがバウンティーチップ。ついにここまでたどり着きました。1000ユーロぐらいの期待値がある1枚です。これが1枚5000と見積もってチップにとっての5000が7万5000かな。これ1枚7万5000点の価値って思ったらいいかも。ここからはオールイン合戦始まりますよ。オールインしたりコールすることが系統化される。めっちゃ増えるし、みんなも俺のやつ狙いに来るからカバーしてる人は。7。それは想定してなかった。7でチェックレースされたその黒くノーインマネ記録継続です。あざした。ありがとうございます。というわけで EPT マルタももう終盤ですね。早い。あっという間でしたね。早い。だってインマネしてないもん。15連敗中。15連敗、ベガスから。なんか気持ち的なスランプみたいなものは抜け出した感ありますかね。なるほど。最近ずっと調子良かったから、半年なんか思い出した。もうこんなことだなって。あ、そうそうそう、こういうもんだったらもうかっていうので、10連敗してるから次はインマネとかさ別にないじゃん。ルーレットと一緒でさ、黒がずっと10回出てるからといって次赤出るとは限らないし、これ飛んだら15連敗かとか思わなかったし。なるほど。でもう EPT マルタもね終わりなんですけど、最後の最後もう一つのメインイベントで毎回言ってるやつがこの後あります。なるほど。1万300ユーロのハイローラーですね。でかこれ EPT はねもうメインとこのハイローラーが、2大やっぱでかいイベントでして、毎回優勝賞金1億超え、参加人数も多いしストラクチャーもかなりいいですね。最後これがやっぱりちょっと気合いの入れどころかなって気がするんで、フレッシュな気持ちで1からはい。丁寧にインマネできたらいいなと。1万300ユーロハイローラー、ここで結果残しましょう。レッツゴー。レッツゴー。ちょうど始まるところです。5万点スタート、100、200スタートで 250BB からです。でかっ。
1時間ブラインド。長っ。生き残りましょう。長いのだね、頑張りましょう。珍しく順調じゃないですか。順調っすね。 64,400。素晴らしい。もういいですね。いい。新しい一日って感じですか。89ダイヤダイヤって言うんですか、あれはターンチェックなんですね。ターンチェックです。絶対打つなと思って俺だったらチェックしてよかったでしょ。チェックしてることめっちゃナイスです。でも順調。はい。順調だ。このまま行きましょう。
じゃない？思いました。今日という日からか、俺たちの丸太は。12万8000。めちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいい。マルタ来てから初めていいかも。ハンド入りまくる、フロット噛みまくる、ポット取りまくる。でも油断は大敵。しかもまだリエントリーする可能性もあるっていう。怖っ。立ち直れないけどな。ここからもう飛んだら、やめてそういうこと言うの。フラグみたいな。いや頑張りましょう。頑張りましょう。ロコちゃん天才かも。天才かも。ラストブレイク14万5800。14万5800。何不自由なくやれてる感じしますやっぱヨーロッパ激しいからハンドクルとチップ増えるね。確かにそういうことか。でもそのバトルを戦い抜いてあと2時間でDay1終了。よし、これはリエントリーしないだけじゃなくてさすがにインマネまで行きたいね。行きたいですね。でも言うて5万スタートが15万で3倍だからね、インマネは7倍まで増やさなきゃいけないですから、まだまだ15万なんてのは赤ちゃんです。赤ちゃんだ。あぶ俺の人生始まったばっかまだ
万1000。 10万1000。ちょうど倍になりましたね。そうですね。まあまあいいんじゃないですか。いやー最後今にしてちょっと雪辱晴らしたいですね、マルタの。嫌な思い出で帰ることになっちゃうのはやゼロインまでで。これのために貯めてたって考え方しようよ。いや、しましょう。おっす。お疲れ様です。まあ10時間頑張ったからあったんじゃないですか。やりましたね。明日もそうね、ちょうどアベレージスタートなんで、まあ今まではまだまだ長いね。楽しみましょう。確かに楽しめる、楽しめるうち頑張りましょう。お疲れ様です。ハイローラー D2 です。いつ今日も入る。やっと始まったか。待ってたよ。長かった。でかすぎる。いや、焦点ものっすね。そろそろ行きましょう。